男女フルで来てくれはりますね。ありがとほとんど毎日。う。枚方一美味しいパン屋さん。お母さんのところのパンをいつも頂戴してます。頑張ってね。いってらっしゃい。ありがとうございます。着替えてきます。パスタの量がはい。すごいです。そうなんですよね。まあ一番売れ筋ですよね。何個ぐらい焼かれるんですか。多いで100ちょっととか120ぐらいとかですかね。食パンは何種類かあるんですか。まあこの天然酵母にくるみとレーズンと混ぜてんのも合わすと常時出てるやつが、5種類ですかね。たまに変則で違うの焼いたりもします。気分です。大体100種類ぐらいは作ってはいますからね。一個一個のパンの量が多いわけじゃなくて、量少ない分種類は結構取るかなっていう感じですね。なんか昔は1個のパンをなんか10個とか20個とかよう作ってたりはしてたんですけど、お客さんにとっては1個は1個ですからね。でも店主さんが作られてるんですか。そうですね。僕がこれは作ってます。なんかもうものによってはおかんが仕込んだりするやつもあれば、僕が作ったりするやつもフィーリングに関してはありますね。
から3年間保育士をしてまして、パン食べるのがもともと好きやったんで、食べ歩きをしてる時にその中でお客さんの考えたパンを商品化してあげますっていう企画をしてる素晴らしいパン屋さんがあったんですよね。どうしても自分のこの考えたパンが採用されたくて850通来てたんですかね。そのうちの50通僕やったんですけどね。そのうちの50通僕やったんですけど、そっから一つだけ採用してもらえて、なんかそんな雑なあんなのパンをもうそのまんま現物で出てきたんですよね。ものすごいその時は感動して、今度はこのパンを自分で作れるようになりたいなと思って、でパン屋さんになろうと思ったんですけど、今年の9月で5周年かなになるんで、今で 4.8 ヶ月ぐらいですかね。はい。これだけの量のはい。パンのメニュー開発みたいなのってどうされてるんですか？ほんまにそれこそお客さんがこんなん作ってほしいっていうパンのリクエスト、自分自身がね前それこそねアイディアパンで募集してて、それに採用されて、嬉しかったっていうのもあるんで、そのお客さんからねこんなん作ってほしい、あんなん作ってほしいっていうリクエストに関しては極力答えていきたいなみたいな。いかがでしょうか。新しいのを増やしても減るわけじゃないですね。そうなんですよ。それでようおかんに怒られるんですよ。置く場所がないと、もうパンのね。ほんまにもうパン置く場所ないですね。店に。どうぞ。お疲れ様。おはようございます。ありがとう。どうぞ。これ寒いやろ。大丈夫？お茶と。
どうぞどうぞ食べてください。お腹ふくよ。買ってきてくれる。あ、いえ食べてね、ほんまにほんまに。ありがとうございます。いつも食べはるから一緒に食べてよ。これが朝ごはんですか。朝なんかな。そうですね、まあ朝ですね大体ね。なんか僕らそのまとまってご飯食べるっていう時間がないんですよ。大体もう食べながらみたいな感じになってるのも何ご飯か分かんないですよ。あ、よくね今日な。ありがとうございます。あの人山下さんじゃないの。そうやろ。もう一人。あの子じゃないの。S の。そうなんですよ。と思って一応2個キープしてる。お母様は何を担当されるんですか。何も担当してないですよ。なんかもう白だしとか、あと袋詰めとか、あともうレジに全力。それだけ。こうなんか仕上げとかしてあげたいんですけど、したら昭和っぽいからやめろって言われるんですよ。なんか仕込み中とか営業中とかお母様と結構話されるんですかね。あんま喋んないですかね。喋る時には喋りますけども、休み明けはよく喋りますね。なんか休みの間のネタがあるんで喋りますけど、もうそっからはもうほぼほぼ大体ずっと一緒にいるんでね、そんななんか話すこともないというか。よし、オッケー。これは商品サンプル。商品。サンプルですかこれ。そうそう。めちゃくちゃ本物に見えますこれ。9割ぐらいはな持ってきはるレジにみんな。
これはねさできるだけ出来たてをお渡ししようと思ってて、でレジでいくつって注文してもらうんですよ。いやいやこんなんほんまにうまい人のやつ見たら。うん。だからデカ盛りやん。座りながら入れます。僕自身がパン屋さんに勤めに行って1年目の時に初めて作れるようになったんがカヌレなんですよ。まあ、パンじゃないんですけどね。なんかそこで初めてなんか自分一人で仕込みからこう焼き上がりまでをなんかその向こうのオーナーさんに教えてもらったんがカヌレやって、なんかちょっとまあ思い出の品っちゃ品かもしれないですね。どこエリアとかね。これは明太子クリームです。こっち化製なんですか？これ自家製ですね。明太子からはさすがに作ってないですけどね。ああ、さすがに明太子からは作ってないですけど。魚育てる。魚釣ってくるところから始めたと思うんですけど。基本的には全部手作りではしてます。結構フランスパンの生地って繊細でシンプルなこういう配合ほどなんかその生地の管理力で味が変わってくるというか難しいですよね。なんかほんま繊細なんですよね。で、今またそこの社長もする。エピソードを取って、でそれを一つの物語みたいにして、それとかいろいろそのやっとったんですよ。でそのここ東京の方で10年ぐらい単身で向こうでお仕事したんですよ。
屋さんをねすごいやるって言って修行はしてたんですけど、でいきなりやるって言い出して、でもうそろそろお店できるって、まあ、お金も食べはってやるって言うから、私がほどパン好きなんで、でいやもうほなお母さん手伝いに行くわって「いや混んでええって」言ってたんですけど、無理やり押し上げてきました。来るなって言われたけど、小さい時から旅行に行こうがどこ行こうが結構パン屋さん巡りの方が多かったので、多分その影響をこの人一番受けたんでしょうね。これでやるって言うから「いやラッキー」みたいな「パン屋さんしたいしたい」みたいな押しかけてきてラッキー。 「へえ」はいはい、飲み飲み飲み。すいません、ありがとうございます。休憩。それだけ飲みに来るお客さんやからコーヒーだけ飲みに来る人やるやんな。コーヒーだけ。あげるわ。そうか見てから来てくれ。ちょっと。水曜日ワイド。おばちゃんおしっぱんって書いてあると思うんだけど、ポップに。吹き出しでな。せやで。じゃほんまに美味しいの。なんで90歳のおじいちゃんがさ、こう毎日3本ぐらい買いに来るのよ。マカダミアが入ってるところが当たり。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しいやろ。うん。美味しくないって言われへんと。初めて本当にマジうまいやろ。よかっおつまみみたい。めちゃくちゃ美味しい。た。でしょ？こう美味しいね。これもお客さんがなんか旅行に行ったからって言ってお土産でこう今もあるんですけど、今度なんか瓶詰めでスパイスをくれはったんです。くれはった人スペシャルっていう意味で S にしようって言って S にしたんです。でも焼いてる時にふと気づいたら S ってこうじゃないですか。この人は実は学力がないもんで Z やったんですよ。反対、これ実はね最初 Z パンやってんな。S でやろうと思ったら反対の Z やったら違う。反対向けたら Z にはなるけどね。そうそうそう。そうなんですよ。むちゃくちゃや。ネギとマシをあげて、もうそんでもう騙されていいから食べてはみて。
で一番はこのブラウニーが手作りなんですよね、うち。そう、それが美味しい。あとね、よいしょ。ね、ここね、どんどんもう置けなくなる。シンクロワッサンとクリームカスタードとこの生クリームをいつも混ぜてるんですけど、まあ、できるだけ絞りたてを提供できると、もう注文入ってからでもいいんですけど、まあ、一応万が一朝一、ね、すぐ来て注文入られるからちょっとだけ絞ってお客さんびっくりするんだよフライスカートとかは全部お母様の。そう書くんでね、今日はなんかうわこんな新しいのあるっていきなり出てくるからさ、朝来たらもういいそれわーって作んなきゃいけなくてさね。
もうこれ榎本サンドいったらあとシュークロ絞って終わりや。それで全部今日の分。このスクランブルエッグは我が家の朝食にいつも出てたスクランブルエッグなんですよ。和風のね。すみません、こちらのサンドの名前が。榎本サンドです。これはもともとこのスクランブルエッグだけのパンとウインナーだけのパンがあって、これを組み合わせてほしいというリクエストが榎本さんからあって、そのをクロワッサンに挟んでやってそう作ってほしいっていうご要望に応えたんで榎本サンドでございます。そうまんま駆けつけないと。すいません。よかった買ってもらってたのは最初でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いつもすいません。お邪魔しました。週1回、実はここじゃなくてちょっと離れたとこなんですよ。歩いてぶらっと寄るって感じじゃなくって、今日は行くぞって感じです。で、まあその価値がある。今年初めて焼きはったガレット・デ・ロワの全粒粉、バリバリした感じがもうたまらなく美味しい。これが一番美味しい。通称 S 字パンって言って、いろんなナッツが入っててイタリアンなテイストなんですけど、硬い。で、もうバッグまで。あ、はい、これはなんか、1周年記念でいただきました。店長はいつも奥でね、忙しそうやからなかなかゆっくりお話できないんですけども、マダムが、ね、パン買う時にいろいろお話伺ってます。気さくで楽しいマダム。枚方一美味しいパン屋さん頑張ってください。いってらっしゃい。うん、頑張ってな。はーい。持って帰ろう思って。ありがとうございます。かしこまりました。ありがとうございます。おやつもない。おやつ。今おやつもらった。もらったんですか。うん。もうおやつもらったよな。はい、お坊ちゃん、帰れ。帰らへんの。ワンちゃん。ワンちゃん、ももちゃん。で、カレンダーは毎年作ってくれはる。そう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 。犬用のおやつを置かれてるんですか。おじゃ。置いてる。うちね、あの子うちなんでしょ。長男10位なんですよ、うち。今ね、ダイエット中、ダイエットのおやつを置いてる。
用意してます。ももちゃん。今朝はお散歩で。そうです。お母さんのところのパンをいつも頂戴してます。やらせすぎますやん。ありがとう。ではありがとうございます。ありがとうございます。バイバイ。バイバイ。この親子の掛け合いと美味しいパンとお母ちゃんの接客グッと、あともものおやつとねこっちからクロワッサンにハムとか。はい。知らんか。あ、知らなかったですか。明日ですね。明日じゃあ4も入って。今日明日か。明日もだ。週に来るのは3日か4日、食べてんのはほとんど毎日。ああ、そうなんですね。僕はおすすめは今日も買ったけどくるみのあんパンと榎本さんっていうのが大好きです。新しいのが今日はできましたって言ったら勧めてもらうので、もうすぐそれ新しいのを食べさせてもらってます。なあ、めっちゃうまい。申し訳ない。これ行ってみました。ありがとう。827円です。これも美味しいんですよ。お嫁さんが大好きで、もうタンブラー入れてきてって言われて、で僕はもう普通にこっちに入れてもう飲みながら帰ります。3週間に1回ぐらいで、そこまで頻度は高くないんですけど、でもそれでももう 1,2 回来た時にはもうお母さんも覚えてもらってて、でコーヒーも美味しくて、でパンも美味しくて、いやそれで結構会話してもらってます今。嫁さんがこの S パンっていうの大好きで、もうこの中に食べたのにもうナッツとか入っててめちゃくちゃ美味しいんですよ。でもあとはもう食パンです。もうこれも食パンももっちりしてて、これも子供が好きなんで大好きで、これ美味しい美味しいってくれるんで、だからもう来たらもう必ず買ってますこれは。ありがとうございます。どうもありがとう。結構頻繁に来られる。そうですね、ここ通るたびには買って、川向こうの高槻からもやっぱり買いに来て、僕も実は川向こうの高槻なんですけど、わざわざ買いに来てます。シュークロワッサンにドハマりしてます。もうハード系も惣菜系も全部が美味しい。もうちょっと一工夫されてるところがこの店主のやっぱ凄さですね。大切にしてることをユミエールで元気っすかね元気っすよね。なんかもうその感じで伝わるじゃないですか、お客さんにね、もろに、まあ、雰囲気、店の雰囲気に出てきますよね、活気というか。元気に作ってんのとなんかな気分なんか病んだまんまパン作るんでは出来上がるパン違ったような気もしますしね。元気ですそれしかないです。はい。あんま天気良かったです。生地へのこだわりみたいなものってあったりしますか？クロワッサンが僕好みのクロワッサンなんで、まあ、そういう感じになるようには一応ブレンドは自分で粉も 2,3 種類混ぜて作ったり。オープン当初のフランスパンはもっと吸水が多かったというか、もっとなんか水っぽい感じの生地やったんですけど、今あれも
計量ミスってなんか水の量が少なかったタイミングがあったんですよね。なんかこっちの方が上がりいいんじゃないんかなってなって今のフランスパンの生地ができてるんですよね。あながち出版も悪くはないですね、そう考えるとね。なんなら一番最初オープンしたての時はこんなにハード系のパンを作る予定はなかったんですよ、そもそも。でもなんかお客さんの声とか、まあ、その枚方特有なんですけど、枚方通信っていうのがあって、でそこでなんかハード系のパンを作ってるお店が少ないんで、なんか次ここになんかパン屋さんができるみたいなんで、できたらハード系のパンを作ってるお店やったら嬉しいなみたいな感じのことを書いてる人がいはって、それならそれでみたいな感じで言いたかった。お客さんと共にちょっと成長してきたようなそれはありますよね。感覚が。もう湿度高いじゃないですか、日本って。だからこうすぐしなってなってしまうところもやっぱ作る時に気にしましたね。うちも結構焼き色濃いっちゃ濃いんですよ。多分クロワッサンのは別に焦げてるわけじゃないんですけど、ほんまギリその一歩手前ぐらいが多分ちょうど美味しいし、まあその湿度にも耐えれる感じなんかなみたいな。おはよう。いらっしゃい。はい、Thank you。Thank you です。ではシナモンロール。はい、いってらっしゃい。はい、ありがとう。はい、先生、ありがとうございます。みんな行けた？はい病院。大丈夫？はい気をつけてな。いける？頑張ってね。いってらっしゃい。待ってね。ありがとう。1週間、3回行きます。シナモンロールとバゲットをいつも買ってよく食べます。早く食べます。めっちゃ美味しい。関西外大の留学生です。歩いて食べます。授業の前で。はい。あの子2期目なんでね、4ヶ月ごとで留学生で変わるんですよ。だけど前の4ヶ月もいて、今回もいるって感じ。そう、だからよく来てくれてるんです。これわかる？ルミエールのマーク。これ全体が、これなの、このマーク。そう、ルミエールのマーク。そう。これも、ウィリアムっていう留学生が手紙最後書いて送ってくれて。子供さんからのお手紙とか、お客様からのお手紙とかはもう箱いっぱいあるんでもう飾りきれないんで毎年こう変えてます、でもこれがすごくて、前の保育園に行ってる子でオープンの時からうちにずっと通ってくれてて、で前の保育園から顔を出して「おばちゃんおばちゃん」って「パン屋のおばちゃん」とか言っててフェンスにこうやって何人もが言ってくれてて、でその子がねこうやって書いてきてくれて、今はもう4年生ですけどたまにね会いに来てはくれるんですけどね、ほんまに老若男女もうフルで来てくれはりますね。でまあ外大なんで、まあ、今いはるお客さんもそうですけど、もう外国人も山ほどいますね。どうぞ。チーズ。すいません、ありがとう。いつもすいません、ありがとうございます。月に2、3回ぐらい必ず買うパンはトマトの入ったフーガス。あ、そうです。フーガとあとマンヌルパン。こんな中にクリームチーズと、はい、ガーリックが入ったパンで。でも大体なんか遅く来ると結構もう売り切れちゃってたりとかするので、極力早めに来るようにはしてます。
だだ甘いアップルパイ、アップルがあんま好きじゃないんですよ。これはアップルパイ、リンゴとリンゴとレーズンとまあシナモン、砂糖、またあまりやな。大騒ぎなんで、多いんですよ、一人ね。うちも。だからもう病院は。あ、息子なんですよ、この。三兄弟で。バイバイ。今日はやってなかったんですけど、まあ普段はチュロスとかあんなもやってますし、リングドーナツとかあんなもやってますよ。それ何かがなんか理由があったりするんですか、お子様に向けたみたいな。やっぱ一緒に来るじゃないですか、お父さんお母さんとね。まあその時になんかそんな、まあ一応ね、そらお金出してね買ってくれはるのは大人かもしれないんですけど、なんか子供が来てわーでテンション上がるようなパンも作ってあげたいじゃないですか。言うても一応元保育士なんでね、その辺はね。この辺には住んでないんですけど、大学が近くで。いやもう毎回違うパン買ってるんで、全部試してみてます。少しずつちょっと。はい。個人的にあんこが好きなので、なんかあんパンの種類を増やしてくれたらいっぱい買います。なんでここまでそのお客様にそのコミュニケーションとかなんか結構深いところまで入れるのはなんでなんですか？厚かましいな。厚かましいよな。いや、なんでもないですよね、別に。ね、人と人ですもんね。でも結構こういう接客とかお話ししたりするのもお好きなんですか？ああ、でも家だったらもう本当に黙ってますよ。誰も喋らずに。黙々と。一番下がね、ちょっと具合が悪い子が、いつも調子の悪い病気の子がおったもんでね。その時にほら、いろいろね、人様にうちも優しくしてもらったんでね、できることがあればね、なんかできたらなと思うんで、いろいろお話はしたりとかしてるのかな、わかんないですけど。男3兄弟です。兄弟仲いいですよ。それこそこの間も弟の誕生日になったらみんなで家に集まって誕生日パーティーみたいな感じのことはしてます。毎週土曜日は弟も手伝いに来てます。弟さんの店長のくるみとあんこのフランスパン、そうです。あれは弟が考えたパンです。めちゃくちゃ苦労しましたよ。なんせすごい貧しい時期がありましたねうちはね。で、まあ、そういう家族が貧しかったタイミングでも、まあ、家族同士がこう支え合って、まあ、やってきたから、多分そのうちは特に家族の結束力っていうのが多分強いです。お父様は離婚しました。で、僕が高校ぐらいの時からはもうずっと別居しましたね。で、まあ、結局それが原因で貧しくなっていってますよね。母一人でそうですよ。男3人をそうですよえげつないですよね。
こんにちは。それ食べたくて。本当に。ありがとうございます。単純に手作りのが美味しいっすよね手作りした方が美味しくなるものなんやったらね、まあ手間かもしれないですけどね、僕は手作りやった方がいいんじゃないかなとは思いますけど、なんかうちのお店の天然酵母なんかもろそうですよ。作ってほしいっていうリクエストからできた天然酵母のあれ食パンなんで、だから蜂蜜も使ってなければバターも乳も何も使ってないんですよね。小麦粉、砂糖、塩、酵母だけで作ってる食パンがあれ天然酵母なんですよ。姪っ子とかも小さい時はあれ食べて育ってますけど。シュークロワッサンで、テレビで紹介してもらったんで、シュークロワッサンで酔いどんフェスには出させてもらったんですけど、もうほんまに1日500個作っても持って行って一番最初に完売してましたね。ほんまに僕らのブースが一番最初に売り切れてましたね。言うてました。本当。大丈夫かって言うてたよ。コピーで僕らも出ました。あ、そうなの。親からここのパンがね、食パンが食べこでかな。はい、じゃあいただきます。はい、失礼します。シュークロワッサンも一つ。あ、はい、かしこまりました。シュークロ一つ。すぐ入れるんでね、ちょっと待ってね。はい。じゃあ榎本さんとピロシキとカレーパンとクロワッサンとこうしてはい、ありがとう。じゃあすいません。ありがとうございます。はい、すいません。ありがとう。ありがとうございます。またね。
で男の子なんであんまり愚痴言わないですよね。すごい厳しいところで使用してたんですけど言わないですよね全然。自分の息子が作ってるものをこうやってトレーに乗せて買ってお金をここで払ってくださるでしょ。涙出ましたよね本当に。最初もうボロボロ泣きましたね。今後、まあ、はいこのお店をはい、どうしていきたいっていうのが、まあ、現状維持できればって感じですかね。向上心がないわけじゃないですけどね。向上心はありますけど、一応ね、去年よりかは頑張ろうというふうに毎年思ってはいますけど、現状維持できれたらなとは、はい、思ってます。ありがとうございます。